もしも人間が四足歩行だったら、目が覚めた瞬間、顔が床に近すぎる。鼻先が冷たい床に触れている。そのまま前に体を出すと、何も考えず手と足が床につく。立ち上がろうとする感覚がそもそも存在しない。体は自然と4つに分かれて支えている。その姿勢のまま部屋の中を進む。視界は低く、床が広く見える。家具の高さもすべてその目線に合わせてある。ベッドはほとんど地面と変わらない。起きるというより滑り出す感覚に近い。手と足には軽いカバーをつける。朝の準備はそれを装着することから始まる。手を歩くためのものでもある。だから完全に自由には使えない。洗面台は低い位置にある。体を前に預けて顔を洗う。鏡には四つ足で支える自分が映る。背中はゆるく丸まり、首は前に伸びている。それが人間の普通の姿だ。その姿に違和感はない。朝食は床に近いテーブルでとる。椅子はない。体を少し傾けて安定する位置を探す。食器は倒れにくく、重心が低い。片手で持ち、もう片方で体を支える。両手を同時に使うことは少ない。その不便さにも慣れている。テレビは壁の低い位置にある。視線は自然と下に集まる。天井を見ることはほとんどない。外に出ると同じ姿勢の人たちが流れている。誰も立っていない。低い位置で同じリズムで進んでいく。道路はとても滑らかだ。小さな段差でも大きな障害になる。手と足で地面を感じながら進む。靴ではなくカバー越しに伝わる感覚だ。だから舗装は丁寧に整えられている。核のない街が広がっている。曲がる時も体全体で滑らかに動く。車は低い位置に入り口がある。体をそのまま滑り込ませる。座るというより支えられる感覚だ。電車の中にも椅子はない。4つの接点を固定するスペースが並ぶ。揺れに合わせて体が自然に動く。つり革は存在しない。手は常に支えに使われている。人の流れは思ったより速い。四足の移動は効率がいい。走るとさらに加速する。地面を蹴る力がそのまま前に伝わる。重心が低く安定している。人とぶつかることも少ない。倒れる前に別の足で支えられる。転ぶという感覚も少し違う。崩れそうでもすぐに立て直せる。体の使い方が根本から違う。
子供たちも同じように動いている。最初から4つで進むのが普通だ。学校の机は低く、広い。椅子は存在しない。体を横にずらして使う。ノートは少し傾けて書く。片手で支えながら、もう片方で文字を書く。黒板も低い位置にある。先生も同じ高さで話す。上から見下ろすことはない。視線は常に近い位置で交わる。体育では走る競技が中心になる。四則でのスピードを競う。前に伸びる動きが強くなる。ジャンプの形も変わる。ボールの扱いは制限される。手が常に使えないからだ。そのわけ、足の役割が増えている。会社でも同じ構造だ。デスクは低く広く作られている。体を預ける形で仕事をする。キーボードは片手操作が基本だ。もう片方は体を支えている。長時間でも姿勢は変わらない。立つ仕事という概念はない。すべてが4つで動く前提だ。それがこの世界の当たり前だった。会社に入ると全員が同じ低さで並んでいる。視線の高さが揃っている。上司も部下もほとんど同じ位置にいる。見上げることも見下ろすこともない。会話は横に広がるように進む。デスクは床に近く広く作られている。体を少し傾けて安定した姿勢をとる。長時間でも姿勢はほとんど変わらない。立ち上がって伸びをするという行動がない。体を休めるときもその場で少し動きを止めるだけだ。パソコンは低い位置に固定されている。キーボードは片手操作が基本だ。もう片方の手は体を支えている。両手を使う作業は専用の支えが必要になる。そのための補助器具が机に組み込まれている。書類は滑らない素材でできている。床に近い位置でも扱いやすいように工夫されている。物を落とすということがほとんど起きない。すぐに手が届く位置にあるからだ。高い棚というものがそもそも存在しない。建物は横に広く低く設計されている。階段は緩やかで段差が小さい。手足で登るため急な角度は使えない。エレベーターも低い高さに合わせてある。ボタンの位置も自然と手が届く場所だ。ドアは横に広く開く。体の幅をそのまま通せるように設計されている。ぶつからないための余白が重要になる。廊下は広く、すれ違いがスムーズだ。人の流れは常に一定のリズムを保っている。外では配送の仕組みも変わっている。荷物は低い位置で運ばれる。
高く積むことは少ない。横に広げて運ぶのが基本だ。台車も低重心で安定している。店の商品棚も低い。手を伸ばせばすぐ届く高さだ。上に積むという発想がない。広げることで管理している。空間の使い方が今とは逆になっている。スポーツも変わっている。四つ足でのスピードや持久力が重視される。体全体の連動がそのまま能力になる。手と足の区別が曖昧になる。道具の使い方もそれに合わせて変わる。人は自然とその体に適した動きを覚えていく。立つことを前提としない世界で動き方そのものが違っている。それでも不便という感覚はない。これが最も効率のいい形として定着しているからだ。夜になると街の動きがゆっくりと落ちていく。低い位置にある明かりが地面を柔らかく照らす。視界は最後まで床と同じ高さに近いままだ。家に戻るとそのまま体を滑り込ませる。ベッドは相変わらず低い。体を横に倒すとすぐに休める形になる。切り替えは静かで余計な動きがない。一日の終わりもゆっくりとほどけていく。手と足のカバーを外す。それだけで外と内がはっきり分かれる。床に触れる感覚が少しだけ柔らかくなる。そのまま呼吸が深くなっていく。体の重さが分散されていく。4つで支えていた力が順番に抜けていく。どこか一つに負担が集まることはない。ふと気づく。この体はずっと分けて支えるためにある。一点に重さを集めない形。無理をしないための形。それが前提になっている。だからこの世界には背負うという発想がない。重さを一点に集めることができないからだ。何かを持つときも分散させる。分けて運ぶ。広げて扱う。その繰り返しで社会ができている。誰か一人が抱えることが少ない。自然と役割が分かれる。支える場所が複数あるからだ。一つに集中しない構造になっている。人の関係も同じ形をしている。視線の高さが揃っているだけではない。負担もどこかに偏りにくい。上に立つ人も下に支える人もいない。代わりに横に並ぶ関係が続く。強く引っ張る人より分けて支える人が増える。速さよりも崩れないことが選ばれる。無理に伸びるより均等に広がる。それがこの世界の安定の形だ。変わらないための仕組みでもある。
もしこの体が2本で支える形だったら、重さは一点に集まる。手は自由になる。その自由はどこに向かうのか。持ち上げること、積み上げること、一人で抱えること、上に伸びること、そのすべてが可能になる。その代わりに何を失うのだろうか。